この九州のそれぞれの窯というのはほぼ朝鮮時代に朝鮮刀工が開いた焼き物ですね。よく僕らの世界では国焼きって呼んでますけども、本当にさまざまな焼き物が混在しているのがこの九州の陶芸の一つの魅力だと思いますね。朝鮮からいろんな陶芸に限らず当時非常に先進的な職業的能力を持った人たちを連行してきてますけれど、これはもう各藩そうなんですが、朝鮮人の、いわゆる居住区を作ることによって彼らが生活していく上で最低限の物資を本国から入れる必要があるのだというふうなことで、実は鎖国時代に島津家にしてみれば藩貿易徳川家にしてみれば密貿易をずっと行ってます。そういった部分で、多くのものが以前から入ってきているんでしょうけれども、ダイレクトに朝鮮半島から、いろんなものをその後も継続的に入れ続けているということですね。それでは正門こちらになります。ではこちらからご案内させていただきます。入りましてすぐトルハルバンですね。韓国の、チェジュ島の道祖神になりますね。韓国とゆかりが深いのでこういったものが備えてあります。こちらが登り窯になります。でこの窯自体はもう、明治期に建てられた窯なのでもう100年を超えるような窯になります。実際ろくろ場で作ってる人たちがだいたい2人から3人ぐらいで、1月から1月半ぐらい作ったものがここに収まるような形になります。下の熱を順番に効率よく上に移していくっていうのがこの登り窯の特徴なんですね。それで余熱をうまく利用しながら下から順番に一部屋ずつ温度を上げて炊き上げていくっていうのが、この登り窯の特徴なんですね。この美山っていう土地自体が高台にあるのでやっぱり井戸もかなり深くて、かなり水が貴重だったんですね。なのでこれを軒先に置いて昔は雨水をためてその雨水を生活用水として使うために作られたものです。でちなみにここに韓国から連れてこられた陶工の人たちっていうのはもともとは韓国でいう音木って言って現代でいうキムチ亀とか大きな亀を作る職人さんですねだったので、そういったその向こうの技術を用いて作られた亀がこういった亀になります。残念ながら今はこういった大きな亀の需要がほとんどないですので、実はこの作り方をできる職人さんがほとんどいなくなってしまっているというのも現状ですね。でここにもトルハルバンがあります。ちなみに今ものすごい数の陶片、これは最近のものです。もう本当に近年のものを、失敗したものをこうやって割って敷き詰めてあります。ちょっとかなり壮観な感じですけども、実はこの集落自体がもうこういった陶片だらけなんですよ。この地域にいっぱい竹林があるんですけど、もともとは人が住んでたとこです。でそういったところも春先にタケノコを掘ろうと思って桑を入れるともう本当に100年ぐらい前の陶片がたくさん出てくるような状況です。これも腐らないのでずっと残ってるんですよ。でもこういったものがもう本当あちこち、捨てられたものが溜まっていて、本当に家を建てたり畑を耕そうとするものなら必ず古い陶片がたくさん出てくるような状況です。でこちらはろくろ場ですね。白薩摩の土用それから黒薩摩の土用と分けて作業しています。もともと薩摩焼2種類の焼き物があって、白薩摩というのは江戸時代までは島津家の御用品、要は身分の高い人たちが使う、食器とか、装飾品ですね。でそれに対して黒薩摩というのは一般の人たちが使う日常雑器になります。土も違いますし、それから、かける上薬も違いますし、から焼く温度も違います。厳密に言うと焼き方も違うんですね。全く違う焼き物を完全に作り分けて、江戸時代までは完全に身分によって分けてました。
今は黒薩摩も白薩摩も普通に誰でも使うことができる器になっています。基本的には水引きといってろくろの上に粘土を乗せてそれを伸ばして形を作ります。で、23日それを続けて中で陰干しして乾かします。で、23日経つと硬くなりますので、それを今度はひっくり返して外側の形と高台といって焼き物の足になる部分ですね、そこを削って仕上げていく。そこまでがこの部屋で行われる作業になります。ここは彫り場ですね。彼らは職人さんとしては彫り師っていうふうな言い方をしますね。こういう透かし彫りですね。まず最初に正確に彫る位置を割り付けていますけど、場所を決めてデザインを描いていきます。でそれから彫っていくんですけど、まずその彫る面積の一番広い部分のところの真ん中をですね、昔は傘の絵とかで、ポンスっていって丸く打ち抜く銅属で穴をプスプス開けていきます。で次に今度は尖った剣先で、その穴を中心にして少しずつ切り取っていって、六角形とか八角形とか籠の目とかいろんな模様がありますけど、そういった模様に彫り込んでいく作業ですねになります。でその模様のそのデザインとか、大きさにもよるんですけど、やっぱり彫り方ですね、刃を入れる角度とか向きとか深さとかあるので、やっぱりそれに合わせてその彫刻刀をですねやっぱり用意する必要があるんですね。ですから皆さんたくさんのですね彫刻刀を持ってます。こちらは絵付けの作業場ですね。かなり細かい作業ですね。はい。紙にしかも平面に描くのとは違って、焼き物って水分を吸着しないので、絵の具あんまり水で溶きすぎて薄くしても結局垂れてきたりとかするし、曲面とかになるとなおさらですよね。だからその扱いとかも結構大変ですし、あとやっぱり平面に描くのとこういう曲面に描くのではやっぱり見え方も変わってきますから、その辺もちゃんと考えて描かないといけないですよね。こういう人形とかですね、作っている場所になります。でまず粘土でこういう立体彫塑ですね、原型を作って、無垢で作って、それをもとに首とか手足とかを全部切り取って、それぞれのパーツをもとにそのパーツの型取りをして、その型をもとに今度はその実際に生産する時の鋳込み型って言いますけど、結局石膏の中に溶かした泥を入れて、それをある程度一定の時間置いて、余ったものをまた捨てて、中の泥を捨てて乾かしたものを、プラモデルのパーツのようなものができます。それをまた再構築して一つの作品として作っていくので、そういったものを作るための型まで一貫してここで作ってます。失礼します。すみません。また隣の部屋と違ってかなり複雑なものとかですね、繊細なものが多くあります。15代がデザインして簡単にこういうものでっていうことでですねあって、それをもとに随時それぞれの家庭で職人さんと話し合いながら作っていく形ですね。最初はですね、実は江戸時代薩摩焼の始まりっていうのは結局朝鮮刀工たちで連れてこられて、最初の頃っていうのは黒薩摩ですね、現在の黒の焼き物が主体だったんですね。で特にお茶道具、黒の茶入れとかそういったものを作ってました。それが時代が経ってくると江戸時代に入ってくると今度は、世界中で、現在でいう小伊万里焼き磁器が世界中にもてはやされるようになります。ところが残念ながら薩摩藩の敷地内には20年かけて探させてもその磁器の原料となる陶石という硬い石が見つかりませんでした。それでもやっぱり白い焼き物が作りたいっていう一心で生まれたのが白薩摩です。霧島とか指宿とか山側とかそういったところの白い土を全部馬とか船でこの苗代川って昔言われてましたけど、ここに運んできて、それを人工的にいろいろ混ぜ合わせて生まれたのがこれも白薩摩は実は陶器なんですね。そういった焼き物になります。白薩摩の大きな特徴として貫入といってですね、
焼き物の表面に細かいこの卵の殻のようなひびが入ってます。それが一つの特徴です。収縮の大きさが整っていれば磁器のように何にもきれいに出るんですが、わざとこれは意図的に収縮の度合いを違うものを使っているので、こういうふうにひび割れていくんです。やっぱり物を作るっていうことは、未来を信じるっていうことだと思うんですよ。僕らが作ったものが、いずれどこかで誰かの手に触れる、それがいつのことかわからないけれども、やっぱりそういうものを信じるからこそ作れるわけで、僕はやっぱり、理想としてることは上質なローカルと高度なアナログなんですね。やはりデジタルっていうのは所詮飛び道具でしかないと思っているので、やっぱり実体がきちっとあること、それが大切なんだろうとは思います。今僕たち窯元を経営している人間の仕事っていうのは、やっぱりそういう技術をきちっと伝承していくっていう。で、彼らもやっぱりそれはもう音楽家にしてもそうですよね。15世紀の楽譜をとにかく繰り返し練習していく中で、それが新しい革新的なものを生み出す土壌になるわけですから。でそういったものがない人が、SNS という媒体だけを使って何か面白いことをやろうと思っても、それはそう長く人々に受け継がれていくものではならないだろうなと思いますね。